皆さんこんにちは。菊田ガレージにようこそ。今日はこの後ろのバイク、ちょっと珍しいバイクです。国内仕様は CB72 ですが、輸出仕様なので CB77 です。で、これを今日はエンジン指導したいと思います。で、実は、5年以上前、ヤフオクで買ってコツコツレストアしてたんですけども、でそのレストアをしている途中にクラッチのフィキシングプレートっていうのがあります。正式名称はフィキシングピースです。それを真っ二つに割ってしまってレストア中断したままになっています。これが割れたフィキシングピースです。純正品が手に入らなかったので鉄工所で溶接してもらいました。もう5年以上ほったらかしなので、いい加減エンジンかけてやらないと本当にダメになっちゃうので、これはなんとかしないといけないということで、今日エンジン始動までやっていきたいと思います。5年前っていうのは私 YouTube やってなかったので、その時にやってたレストアっていうのが全く動画に残せてないんですよ。パーツリストとか、それにサービスマニュアルも買ってコツコツとやってたんですけど、特にヤフオクで買った時に実動っていうので買いました。確かにね、エンジンはかかったんですけど、オイルの漏れがひどかったです。キックのところとか、例えばメインシャフトのところとか、そういったところがオイルがもういっぱい出て、オイルでドロドロだったんです。でキャブレターもガソリンが漏れてたんで、これはもうこのままじゃとてもじゃないけど乗れないっていう。とにかくこういうガスケットとか、あとオイルシール、オーリング、そういったもんパーツリストを見ながら、純正品とか、社外も入ったかと思うんですけど、それを取り揃えていろいろ交換しました。多分今はオイル漏れは止まってると思うんですけども、その後エンジンかけてないので、今日はなんとかエンジンをかけるところまで持っていきたいなと思ってますので、どうぞ最後まで皆さんも応援しながらご覧いただければと思います。最初に新しいバッテリーを取り付けます。通電を確認します。プラス端子にカバーキャップがないので絶縁テープを巻きます。タンク内に少し燃料が残っています。変色した燃料は使えません。破棄します。燃料コックを分解して内部の汚れを取り除きます。ゴミ取り網が破損していたので取り除きました。分解したパーツをキャブクリーナーで洗浄します。真鍮ブラシでこびりついた汚れを落とします。少しブラッシングすると随分きれいになります。ワコーズエンジンコンディショナーで汚れを落とします。ワコーズのスプレーは本当に汚れがよく落ちます。
エアガンで汚れを吹き飛ばします。金属はきれいに磨きました。再利用するゴムにはラバープロテクタントをスプレーしておきます。組み立てます。このオーリンクはゴムが硬化して変形しています。ガソリン漏れが心配なので液体ガスケットを塗っておきます。有塩ガソリン仕様のエンジンなので無塩ガソリンに添加剤を入れます。ガソリンが出るか確認します。スパークを確認します。確認しづらいのでスロー再生します。いよいよエンジンの始動です。前回の始動からすでに5年以上経過しています。なんと一発で始動しました。やっちゃいました。エンジンから突然異音が出ました。エンジンが一発でかかってめちゃくちゃ喜んでたんですけども、ありえないようなミスを犯してしまいました。なんとエンジンオイルの入れ忘れです。5年前に、オイルシールやオーリンクを交換した時に当然オイルを抜いて作業していました。でそれをすっかり忘れていました。でただ昨日ね、明日作業をする時にはオイルを確認しないといけないなっていうことはちゃんと気がついていたんです。にもかかわらず、バッテリーをつけてガソリンを入れてスパークを確認したら気持ちが抑えきれずにエンジンを始動してしまいました。最低ですね。コツコツとレスをしてきたのに最後の最後でとんでもないミスを犯してしまいました。で悔しいんですけども、いくら悔やんでも時は戻らないので今から
エンジンオイルを入れます。でそれで何事もなかったようにエンジンが回ってくれることを期待して、作業を続けます。鉱物油 20W50 のオイルを用意しました。オイル量は 1.5 リッターです。今度はセルで始動します。ダメだ、ガラガラいってる。ご覧いただいた通り、ありえないミスを犯してしまいました。長いことオートバイいじるをやってますが、こんな初歩的なミスをしたのは初めてですね。もう本当に公道復帰まで持っていけるかなと思ったんですけども、ここで少し足踏み状態になってしまいました。多分ね、ビアリングあたりがちょっと傷んだのかもしれません。今後ですけども、プロショップに持って行って、相談をかけて、診断もしてもらいたいなというふうに思っています。なんとかですね、公道復帰の方を目指しますので、ぜひこの続きをですね、チャンネル登録してご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。